星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回は髪を切った話をしようかなと思います。そうなんです。本当に私事なんですけど、髪を切りました。顔出ししてないから報告したところであまり意味はないんですけど、だいぶ切りました。はい。でね、なんかちょっと嬉しいこととかもろもろあったので、残しておきたいなと思って喋ります。そう、もともと私すごいめんどくさがりで、美容室全然行かないんですよ。本当に。年2回行ったらだいぶいい方。そう、だからだいたいね、3ヶ月ぐらい、年4ぐらいのペースで本当は来てくださいねとか、美容師さん言ったりするじゃないですか。本当にね、守れなくて。もう、なんだろう、自分で家で前髪切るとかは結構こまめにちゃんとできるんだけど、美容室まで行くのがもうとにかくめんどくさい。そう、だから全然行かなくって。っていうのもあって、ロングの時期の方が圧倒的に多いんですよね。だって伸ばしっぱなしで楽じゃん。そう、切って可愛くするのもね、すごい楽しいんだけど、切った後ってやっぱり、なんだろう、守らなきゃいけないじゃん。ある程度さ、セットとか、頑張らなきゃいけない感じが個人的に、もうとにかくめんどくさい。そう、だから基本的にずっと伸ばしっぱなしで、もう髪型も毎日ポニーテールみたいな人間なんですよ。朝のね、時間ない時にセットするのの、なんだろう、時間ないけど頑張ろうじゃなくて、もうめんどくせえから結ぼうみたいな感じになっちゃうんですよ。そう、だから、ほとんど短く切ったことがなくって。で、強いて言うなら、一応一回だけ、大学時代にショートにはしてるんですよね。もともと胸下ぐらいまであって、ヘアドネーションで30センチちょっとぐらい切って、本当にがっつり短くしたんですけど、そこからやっぱりまためんどくさいなってなって、そう、結局ね、ロングになってました。そう。で、4、5年ぶりぐらいですかね、多分、に、片上にしました。だから、今の長さ的には、あれなんですよ。たまに動画のサムネとかで私がキャラクターのイラスト描いたりするんですけど、あの子と同じぐらい、そう、片上になりました。うん。まあ、短く切ると結構びっくりされたりするんですけど、特にこれといった意味はないんですよね。失恋した時に髪切るとかあるけど、うん、あんまりそういうのないわ。切りたいなと思ったから切った。そう。まあ、でも切りたいなと思って切るんだったら美容室行くと思うんですよね。だから今回は、お得だったから切ったっていうのは確かにあったと思う。たまたま、なんだろう、近くの美容室でクーポン出てて、そう、めっちゃ安かったの。なんか、髪切ってカラーして、なんか他のもろもろも含めて7000円弱ぐらい。から、あ、意外とそうでもないなと思ったのと、あとちょうどね、ポイント還元祭があったんですよ。そう。だから、まあ合わせたら、今切るのがいいんじゃないみたいな。そう、タイミングがね、たまたまあったから、じゃあ切るかって言って、ついでに染めましたね。そう、染めるのもね、結局あれじゃん、プリン頭というかさ、途中が黒くなっちゃうの嫌っていうのあるじゃん。そう、だからそれを何回も染め直しに行くのもめんどくさいってなるから、基本的に染めない人間だったんですよ。で、大学の時になんか一回ぐらいやってみればみたいな感じで、そう、染めたんだよ。だから本当にそれ以来、だから4、5年ぶりに本当に短くして髪を染めてっていうことをやりましたね。そう。で、なんでこの話をしようと思ったかっていうと、会社に行ったらめっちゃ褒められたの。嬉しいと思って。いや、髪、その大学の時切ったっていうのはあるんですけど、その時いかんせんお友達が少なかったんでそう、本当にね、一人ぐらいしか、校内でちゃんと喋る子がいないみたいな感じだったんですけど、そう、その子はまあもちろんね、可愛いっていう風に褒めてくれたりしたんだけど、あんなにね、髪切っただけで、いろんな人に似合ってるね、みたいなこと言われたのって初めてで、浮かれてるっていうだけです。そう。で、なんかやっぱり髪短くして、多分、わかるかわかんないかぐらいで髪染めて若干明るくなったっていうのもあるとは思うんですけど、意外とね、なんか誰みたいな反応する人もいてちょっと面白かったりね。そう、メガネ外してコンタクトしてる時に、え、そうなの気づかなかったみたいなのはちょいちょい言われることあったんだけど、だから髪切って言われたことがなかったんで、あ、そんなに別人になるもんかっていうのは今回すごいびっくりしました。そう。まあね、容姿の話をさ、なんだろう、職場でするとね、なんか、
セクハラだったり、もろもろだったりみたいなのいろいろありますけど、なんか個人的にこうやって今回めちゃめちゃ褒められたのは、純粋に気分が良いなと思いました。そう、なんかね、多分言い方すごい気使ってくれてるというか、言いたいけどこれ言ったら迷惑かなみたいな雰囲気をね、醸し出しながら喋ってくれる人が、うちの職場多いっていうのはあるかもしれないけど、そう、めっちゃ嬉しかった。そう、だって職場行ってさ、エレベーターで一緒になった人と、こう、オフィスに入っていくわけじゃん。で、第一声で、髪切りましたお似合いですねってめちゃめちゃスマートに言われて、あ、こういう大人になりてえと思いました。いや、でもね、人が髪切ってるの全然気づけないタイプなんだよね。一回、やらかしたというかあったのは、結構よく遊ぶ友達がいたんですけど、髪をそれこそロングからボブとかショートぐらいまで短くしてきて、私それについて、何にも思わず、いやなんかね、雰囲気変わんない人いるじゃん、髪切っても。これ言っちゃダメかな。いやなんか、お化粧とかですごい、なんだろう、結構活発系がクール系になったとか、そこまでの雰囲気の差があればわかるんだけど、逆にそうじゃないものって私あんまりわからなくて、そうで気づかないで普通に遊んでワイワイしてたら気づけよって怒られたことはありました。あんたそういうとこあるよねみたいな。そう、だから自分が鈍感な分ね、気づいてくれる人が多いっていうのが、なんかこんなに嬉しいんだなっていうのは、なんか初めての発見でしたね。そう、だから、なんかね、声かけてくれる人が異常に多かった。結構座ってて、なんかこの人本当に同一人物かなっていう風に不安そうに声かけてくれる人もいるんだけど、逆にこうたまたま喋る機会というか、一人になった隙を狙ってというか、声かけてくれて、めっちゃ似合ってますねみたいな。それ伝えたかっただけなんですけど喋りかけちゃいましたみたいな方もいらっしゃって、なんだろうね、普段話さない人とも話せたというか、そう、似合ってるって言葉をこんなに一日に聞いたのが初めてすぎて、なんかすごいドギマギしてしまった。いやでもおかげでね、なんか自己肯定感が爆上がりしましたね。そう、なんかね、あんまり髪切るのいい思い出がなくてなんかね、あんまり似合ってるとか思ったことがないんですよ。そう。だし、なんか切った時に結構いじられるじゃないけど、なんかそれこそあったのがね、前かな、なんか短くした時に、まあ、メガネがね、なんか縁が細い丸っこいメガネだったっていうのもあるんですけど、なんか、すごい阿佐ヶ谷姉妹、阿佐ヶ谷姉妹っていじられてた時期があったの。だからそれを根に持ってたから、今回ボブにするのめっちゃ怖かったっていうのはあるんだけど、そう。だから、なんか褒めてくれる人が多いって、なんかこんなに素敵なことなんだなっていうふうに思ったので、ちょっと人が切った時私も褒められる人間になりたいなっていうふうに思いました。そう。だからめっちゃ良かったな、髪切って。だからこんなにイメチェンじゃないけど、髪切って嬉しいと思ったの初めてだから、本当にあの美容師さんには感謝しなきゃいけないと思ってて、でもなんか申し訳なさもちょっと感じてるんですね。本当に最初に言ったんですけど、美容室年2回行けばいい方だから、もちろんオーダーとかも全然慣れてなくて、で、今回結構ガラッと変えるというか、髪の長さも髪の色も変わるってなった時に、注文がね、多分下手くそすぎて、相当やりにくかっただろうなと思うんですよ。そう。で、どんな感じで注文したかっていうとね、とりあえず、今長いんで、片上ぐらいまでちょっと短くしてみたくて、で、前髪はまっすぐ下ろしたままにしたくて、で、できればセットそんなに難しくなくって、あんまり美容室来ないんで、伸びても大丈夫な感じで、で、髪色もあんまり変わるとちょっと職場の人びっくりしちゃうかもしれないから、若干染めたなってわかるぐらいにしたくて、みたいな。本当に我ながら、めんどくさい客だったと思うんですよ。いやでも、美容師のお姉さんすごいわ。めっちゃ親身になって聞いてくれた。なんか、こう考えてることに対して、じゃあこういうのどうですかって、提案してくれるし、結構、これとこれとこれがよくって、これだとこういう特徴あるんですけど、どれがいいですかみたいな、ある程度選択肢を出してくれたのが、個人的には、すごいやりやすかった。選ぶだけならなんとかね、できるからね。A を出して、イエスかノーで答えてるとさ、結構リターンが増えるというか、なかなか多分やりたいものまで行き着かない感じがするんだけど、そう、ある程度 ABC どれが近いみたいな感じで聞いてくれたから、すげえ答えやすくて、美容師さんのコミュ力ってすげえなと思いました。そう。で、まあ、ボブにするってなった時に、切りっぱなしの、外羽のボムと、内巻きのボブどっちがいいですかねみたいな話をされたんですよ。で、イメチェンするなら確かに外っ
羽そう、外側にくるんってなる方が、なりそうですよねみたいな話してたんだけど、正直似合う美女が全然浮かばなくって、ダメだった時に戻すことっていうか、内巻きに、調整することできますかねっていう風な話をしたら、できますよみたいな。超優しかったね、本当に。そう。で、結局、外羽をやってもらったんだけど、あまりにもピンとこなさすぎて、すいません、こっから内巻きにやっぱやってもらってもいいですかって言ってお願いしました。そう、本当にね、申し訳ない。やっぱ長い人が短く切るってなると、イメチェンするのかなって印象になるし、だったらちゃんと変えてあげたいなっていう、そう、美容師さんの思いもあると思うので、なんか、そこに私がね、答えきれなかったね。ひよっちゃったから。そう。なんかね、でも正直な話するとね、内巻きのボブに直してもらった後も、鏡見てあんまりピンとは来てなかったの。これは似合ってるのかみたいな気持ちで美容室出たんですけど、職場行ったらもうバカほど受けが良くて、本当に美容室のお姉さんに土下座して謝りたい。私の美的センスがないばっかりに、私が、っていう、これでいいのかみたいな微妙な表情をしてしまって、そのまま店を出てしまったので、結果的に本当に自分に合ってる髪型を、ちゃんと見極めて提案してくれてたんだなっていうのが、本当に美容室を出た後に分かりまして、本当に申し訳ない。ごめんね。ごめんなさい。申し訳ございませんでした。そう。だからね、今度行くときはね、今度指名したいよね、ちゃんと。あの時ああいう風にしてもらってありがとうございましたっていうのをもうちょっとちゃんと伝えられたらなっていう風には思う。そう。だから基本的に、まあめんどくさがりな性格話したんで、なんとなく伝わるかとは思うんですけど、おしゃれ系苦手なんですよね。そうだから化粧とか始めたのも多分めちゃめちゃ遅かったし、それこそ髪型毎日ポニーテールだから、本当にね、なんだろう、つむじっていうの、あそこのさ、前髪のラインっていうの、ハゲるから気をつけた方がいいよ。マジでね、なんか目立つなって最近思い始めてきた。そう思い始めても残念ながらあんまり習慣というのは変わらなくて、だから今回ね、短く切ったのはすごいいい機会だったかなとは思う。そう。で、まあ今回お得だったからとか、まあいろいろ理由はあって髪を切ったんですけど、それで褒められて、すごい、これまでにないほどの幸福感だったので、なんかこういう経験があるとね、ちょっと今からでももうちょっと頑張ってみようかなっていうふうにはすごい感じました。そう、なんかね、去年今年あたりからそれこそスキンケアをもうちょっとやってみようかなって考え始めたり、服とかもちゃんと見に行ってみようかなっていうふうに思ったり、そう、なんかね、いろいろ頑張ってみようかなって思うきっかけがすごい増えたような気がする。いや、本当だったら多分これが女子高生とかぐらいの時に、ね、なんかそれこそ好きな人がいて合わせるとかじゃないけど、あと周りのことね、おしゃれしたいとかあるかもしれないけど、私はそういう時期が残念ながらなかったのでそう。だからなんか今になってそういう機会があってとっても嬉しかったなっていう話です。はい。本当に嬉しかったよっていうのを報告したいだけの回でした。はい。そんなわけで、まあ話したいこと話し終わったんで、そろそろ終わっていこうかなと思います。お相手は星野シャナでした。おやすみなさーい。